皆様の緊急避妊薬に対する不安を取り除きたいと思います。ようこそ、薬剤師の不正管理のハービーです。本日も動画を見てくれてありがとうございます。今回のこちらの動画では、緊急避妊薬について解説いたします。現代の日本においては、ドクターの処方箋がないと手に入れることができない医薬品なんだけれども、最近市販薬への移行が検討されています。なので、近い将来、ドラッグストアや薬局でドクターの処方箋なしに手に入れることができるようになるんじゃないかなと思います。ニュースでもたまに取り上げられるかなと思うんですけど、そのニュースを見ると、緊急避妊薬って怖いものなんじゃないの、恐ろしいものなんじゃないのとか、人の生命の誕生を薬によって阻害するということはダメなことなんじゃないのかと、いろんな賛否両論があるかなと思うんですけど、今回はその生命倫理的なところは一旦置いといて、緊急避妊薬に関する薬の性質を徹底的に解説いたします。動画の流れなんですけれども、世界基準で見た時の緊急避妊薬ってどんな感じなのっていうところから始まって、もし日本で OTC 化されるとしたらこのような手順で購入できるよっていうのと、あとは薬の性質ですね、飲み方であるとか副作用について詳しくやっていければなと思います。今回のこの動画を通して緊急避妊薬に関する不安を取り除くことができれば嬉しいです。本日も全力で動画を作っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。それでは本日も行ってみましょう。On your mark.それでは一つ目、世界基準で見た時の緊急避妊薬についてなんですけど、これまず結論を申し上げると、日本という国は緊急避妊薬の市販薬化っていうのがものすごく遅れていると思われます。今現在、市販薬で緊急避妊薬を購入できるのって約90カ国以上あるんですよ。ドイツ、イタリアとかを含めた約76カ国では薬剤師の対面によって購入することができるんですけど、アメリカとかカナダなどを含めた約19カ国に関しては薬剤師の対面なしで患者さんの個人の判断で購入できる環境にあるんですよね。これ聞くとめちゃめちゃ遅れてると思いませんか？もちろん日本はね、治安がいいので緊急避妊薬を市販薬化する必要はないんじゃないかという意見もあるかとは思うんですけれども、僕としてはとりあえず市販薬化した上で使いたい人だけ使えばいいんじゃないかなという思いがありますね。最近日本でも緊急避妊薬の市販薬化の実験が行われておりまして、2023年の11月から始まったんですけど、約2000件の購入実績があるんですよ。しかもこれ薬局の数に関しては限定された薬局のみで2年間で約2000件ね購入されているってわけなんで、需要を考えても結構必要だと思われるんですよね。医療が進んでいるアメリカとかだと2023年に経口避妊薬が市販薬として買えるようになったんですよね。これは緊急避妊薬ではなく毎日飲む経口避妊薬みたいな感じで、日頃から妊娠をしないような体を保つような、いわゆる低用量ピルっていうのが患者さん個人の判断で買えるようになりました。確かオピルっていう名前だったと思うんですけれども、これをドラッグストアでひょいっと買ったり、オンラインとかでも販売されたりするんですよね。それぐらい避妊薬っていうのは、市販薬化っていうのが世界基準で見た時には、当たり前というか、普通なことなんじゃないかなということができます。こういうのをね、知ることによって、緊急避妊薬と聞いても、世界では普通に使われているんだなっていう感覚でご安心いただけるんじゃないかなと思います。ということで一つ目が緊急避妊薬を世界基準で見た時の実例でした。それでは二つ目、OTC 化した際の購入手順についてなんですけど、今現状で、ある程度こういう風になるんじゃないかなっていう予想をお示しします。先ほど説明した緊急避妊薬のテスト販売の時点では、まず緊急避妊薬欲しい場合は薬局に電話をかけて在庫があるか確認して、予約制みたいな感じで薬局へ足を運びます。そして、身分証明書を提示した上で薬剤師の対面によって販売してもらうやり方ですね。で、この時に患者さん一人で販売することができるのは年齢制限が設けられていて16歳以上という風にされていて、飲む場合に関しても薬剤師の目の前で服用することが条件として設けられていました。で、このテスト販売を行った後にですね、課題が設けられました。それは年齢制限のところですね。やはり家庭環境内が悪かったりすると、16歳未満は親の同伴が必要であるっていう風にしちゃうと、親の方がね、もしかしたら悪さをしてしまって、その飲むべき人が飲めなくなっちゃうね、ケースが生まれてきたりするんで、年齢制限っていうのはなくなるんじゃないかなと思われます。要するに話をまとめると、年齢制限なく市販薬で購入することができる。ただし、購入でき
きるのは薬局とかドラッグストアの現場に足を運ばなきゃいかず、身分証明書の提示をして薬剤師の目の前で販売する。そして飲む場合に関しても薬剤師の目の前で飲むようになるんじゃないかなと思います。先ほどの世界基準と比較すると随分厳しめではあるかと思います。ただ最初は厳しくてどんどんルールが緩くなっていくことを僕は願ってますね。後で説明しますけども、緊急避妊薬ってやっぱり早く飲めば飲むほど効果の高いお薬なんですよ。なので飲むべき人がスムーズに購入することができて早く飲む、この環境を整えるっていうことが大事だと思いますので、この購入のルールっていうのは最初は厳しくてもいいのでどんどん緩くなっていく、っていうことが大事なんじゃないかなと僕は思っています。ということで OTC 化された際の予想についてでした。それでは続いて項目3、用法用量であるとか作用基準についてなんですけど、まず日本でよく使われる緊急避妊薬っていうのはノルレボ錠ってやつが使われます。こちら成分名がレボノルゲステロールっていうちょっと長いね言いづらい成分のものなんですけれども、天然で存在している女性ホルモンとほぼほぼ同じ構造をしております。見ていただきたいんですけど、こちらが天然のプロゲステロン、こちらがレボノルゲステロール。どうですか皆さん、ご覧になっていただいてめちゃくちゃ似てるって思いませんか？こういうのを知ると不安もちょっと和らぎますよね。しかもノルレボ錠って20年以上前から販売されていて、かなり実績があるお薬で安全とされているんですよね。用法用量に関してなんですけど、行為後72時間以内にたった一粒飲むだけです。これ簡単なんですよ。そしてこのお薬の有効率に関しては72時間以内に一粒飲むと 85% の成功率があるとされているんですよね。そしてこの 85% は平均で、早く飲めば飲むほど効果が高いとされているお薬ですね。24時間、48時間、72時間で行った試験があるんですけど、やっぱり24時間の方が成功確率が高いとされておりますので、飲まれる方は本当になるべく早く飲んだ方がいいお薬なんですよね。作用基準については、こちら排卵抑制作用っていうのが主な作用とされてます。人の妊娠中の時って先ほど説明したプロゲステロンの数値っていうのが体の中で多くなるんですよ。妊娠前は低いんですけれども、その低い状況の中でお薬を飲むと自分の体は妊娠しているんじゃないかと脳を騙すことによって排卵抑制作用を示すということなんですよね。これ触れないって言ってたんですけど、少し生命倫理について触れさせていただきますと、人の生命ってどこから誕生なのっていうね、理論があって、これまだ決着はついてないんですけど、一般的には受精卵ができた後のことを生命と呼ぶんですよね。ただこの緊急避妊薬に関しては排卵抑制作用が主であるということから、受精卵ができる前の工程を邪魔しているわけなんですよね。これを考えると生命倫理に反してないんじゃないかということができるんですよ。この会話をしてしまうと様々な賛否両論が生まれていざこざが起きると思いますので、ここら辺にさせていただきます。ということで3つ目が用法用量であるとか作用基準についてでした。それではこれで最後の項目4つ目、副作用についてやっていきます。まず皆さんにお伝えしたいのが、緊急避妊薬では血栓は起こらないとされてます。よく低用量ピルと言われるような医薬品で血栓が問題になってくるっていうのはお聞きしたことあるかなと思うんですけれども、ノルレボ錠では血栓は問題になりません。ここが大事な点ですね。女性ホルモンって大きく2種類あるんですけど、エストロゲンと言われるような卵胞ホルモン、先ほど説明したプロゲストレンと言われるような黄体ホルモンっていうのがあります。で、この2種類に似せた化学構造を持った成分で作られたのが低用量ピルなんですよね。で、血栓で問題になってくるのが上のエストロゲンの方なんですよ。ノルレボに関してはこの下のプロゲステロンしか成分として入っておりますので、血栓は問題にならないんですよね。では、血栓が起こらないのは分かりましたよと、どのような副作用が出るんですかっていう質問にお答えすると、ホルモンバランスの乱れによって生じてくる副作用が出ます。ほぼほぼこのレボノルゲストレルっていうのは天然で存在している女性ホルモンと同じ構造をしておりますので、ホルモンの乱れというね、副作用が出てくるんですよね。女性の皆さん、ホルモンバランスの乱れが起こった時にどのような症状が出てきますか？例えば不正出血であるとか、頭痛とか眠くなったり、そういった副作用が出てくるんですよね。重大な副作用はほぼほぼ起こらないとされているんですよ。最後に世界保健機関である WHO
WHO から発表されている緊急避妊薬の安全性に関するファクトシートをご紹介させていただきます。このファクトシートにはよくある質問に対しての答えが書かれております。これ3つほど紹介させていただくんですけど、1つ目ですね。レボノルゲステロールで副作用は起こりますかという質問に対して、重篤な副作用や持続的な副作用はありません。副作用があるとすれば月経不順、その他に報告されている副作用は疲労感とか吐き気、先ほど説明したようにホルモンバランスの乱れによる副作用が起こりやすい医薬品でございますと。2つ目の質問がレボノルゲストレールの使用は将来の妊用性に影響を与えますかと。妊用性というのは妊娠する力のことで、ノルレボ錠を飲むことによりその後の妊娠の機能とかは大丈夫なのかという質問に対しての答えは、将来の妊用性に影響は与えませんということが経験則から分かっております。さっきも説明したようにレボノルゲストレールっていうのはプロゲステロンとほぼほぼ同じ化学構造式の成分を使っておりますので、ほぼほぼ女性ホルモンなんですよね。なので安全っていうのと、お薬を飲んでから体から抜けるまでの速さっていうのは結構早いお薬なんですよね。これ添付文書を見てみると半減期が24時間になってますので、飲んでから24時間後にはその成分っていうのは半分以上はですね体から抜けてる状態になるというところで、成分の構造がほぼほぼ女性ホルモンということと、体から抜けるのが早いという点で将来の妊用性に影響は与えないとされているんですよね。そんで最後3つ目がレボノルゲストレールは胎児に害を与えますかという質問に対しては、妊娠初期に誤って使用したとしても胎児に害を与えることはありませんとされてます。これは海外の研究で妊娠中にノルレボを飲んだ方と飲んでない方を比較した際に、胎児の奇形であるとか流産率、出生体重に差はなかったとされておりますので、もし間違えてね妊娠中に飲んだったとしてもその後の胎児に影響はないとされておりますのでご安心ください。以上のことからノルレボ錠っていうのは長い販売実績で信頼性があり、重篤な副作用が少ない、安全性が高いとされているお薬です。ということで項目4つ目がノルレボ錠の副作用についてでした。はい。皆さん本日もここまで見てくれてありがとうございます。今回は緊急避妊薬について解説しましたが、いかがだったでしょうか。やっぱり緊急避妊薬っていうお薬を使う状況自体生まれないことが理想ではあると思うんですけど、家庭環境であったり何かトラブルに巻き込まれることによって、やっぱり飲む必要がある人っていうのは一定数生まれてくると思うんですよ。そのような方に対して今回の動画を見ていただいて、少しでも正しい薬の知識が広まっていれば僕は嬉しいなと思います。今後もですね、薬の知識であるとか医療従事者に向けて有益な情報を発信できるように頑張ってまいりますので、応援よろしくお願いします。最後に宣伝にはなるんですけど、私管理人のハービーはフリーランス薬剤師に特化した人材紹介会社株式会社 T ハーフ運営しております。薬局経営様、薬剤師様の中で興味ある方いらっしゃいましたら、概要欄の方にリンクを貼らせていただきますので、お問い合わせお待ちしております。ということで本日の動画いいと思っていただけた方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。お疲れでした。